先日の続きやっていきたいと思います。この絵の悪いところで言うと、俺が知ってるプロセカのミクとは、顔つきのバランスがまだ似てないかなって思う。で、これ、今この指って、第一関節しか見えてないのよ。この中間の関節がね、この出っ張りも、この手のひらのこの辺りに繋がってんねん。手はエリアさえしっかり分かってたら描けるようになるから、分割されてるエリアをもう何回も覚える、ここは。覚えまくれば、回転してようが描けるようになるから。手のひら、ここだけ気をつけて。つい、潮風くん。一番初心者臭く感じる。寂しいからって、なんとなくでこういうのつけるのやめ。これつけた子でうまくいった試しがない。んで、影の落とし方やねんけど、この辺、ただの灰色が落ちてるだけなのよ。影イコール灰色じゃないの。定山とか使ってると思うねんけど、ただの灰色を乗せちゃうとさ、イラスト全体の雰囲気が汚らしく見えんのよ。定山にすると、カラーサークルのこちら側に行ってしまうねん。どうしても黒寄りになってしまうねん。だから、それを考えつつ、色重ねていかんと、ただに黒くなって、だんだん色が重なりになっていってるだけ。次。こういったね、顔のドアップの時に被らせてるやんか。これの場合やったら、薄く見えさすのはね、あんまりね、効果的じゃない。これだったら、逆にもうめちゃくちゃ隠れてて、チラリと見えてる方か、取っ払った方が迫力が出る。なんでかっていうと、今、ズイってきてるわけやん。目に力が入って、目の瞳を見てもらいたいって言うんだったら、この薄いカーテンっていうのはすごい邪魔になるのよ。で、描いた場合やったりすると、人っていうのは隙間みたいなのが覗き込みたくなるからね。うっすらとするんじゃなくて、もう被せてしまって、被せた隙間から見える眼光みたいなの方を見つめてしまう。まあ、ペコちゃんとかの場合やったらそのままもう、しっかり描いてる方が多分いいと思う。例えば、目隠れキャラとか、あんまり表情とかを見せない、片目とか隠れてるキャラクターとかやったら、こうやってね、やった方が、覗いてる感じとかの方が、絶対に受けはいい。顔のアップの場合な。次、トラ吉。よいしょ。ここが難しいところでね。手がメインっていうことは、手に物語性をつけなきゃいけないのよ。みんなさ、手に物語をつけようと思ったらどうしたらいいのよ。みんな手を主役にしなきゃいけないよ。何かに触れてたり、何かを持たせてたり、その手の動きをして何に影響があるのかっていう話をしなきゃいけない。なおかつ、このオカユンのパッと見の構造って、みんなには多分、こんな感じで見えてるよね。オカユンのこの足元に目線が行くような形になってるよね。これを中心にこう地面を感じていっているわけよ。だけど、このエフェクトたちを見てみると、まっすぐ下に降りていってるのわかる？こう、まっすぐこうやって降りていってるわけよ。地面こっちなんていう風になるわけや。だから、オカユンを中心に落ちてってほしいのよ。上から雫が落ちてきて、この下に垂れていって、例えばやけど、雨みたいなやつが波紋として落ちていってるような、こう雫が落ちていってるとかなるじゃん。じゃあそこで、雨とかをこの手で受け止めたりして、この雫とかが手に落ちて、弾いて、指先とかに水が流れていってるとかだったりすると、急に物語性が生まれるわけよね。こう。これでようやく手に意味がなすわけよ。オカユンの顔つきとかにもだいぶ表情が出てくるわけよ。そういうことですわ。フォームなんと。おー、すご。これは、まさしく顔がドアップやね。素晴らしい。でもそうだな。この光がちょっと強すぎたかなって思う。若干世界が分断されてるかのように見えてるからね。これぐらいでよくない？これだったらこれまっすぐにしてたかな。アクセサリーとシルエットが被っちゃってるから、やるにしてもこっち側にしてたかな。まあでも5000リツイート取れてるみたいいいけどな。火の使い方とかね、誰が見ても火の神っていうのがわかるエフェクトの描き方もやってるし、実にいいですね。次。ブートフィルのイラコンで3等賞いただきました。素晴らしい。ライカン人気よな。いや、これも合格してるし、これ正直言うとこないかな。だからみんなも、ただ単に、質感とかっていうよりかは、もっと商業的なデザインの色。例えば、最近とかやったりすると、ラムちゃんとか、トリガーとかのサイバーパンクとか、あのあたりの色の設計とかを使ったりしても問題ないと思うよ。こういう影の中にドットを入れるとかもね。だからこれはよくできてますね。俺も参考にするわ。むしろこんなん俺も描きたいわ。これ全然続けていったらいいと思うわ。むしろシリーズでやっていっていいんじゃないかな。多分これはね、こういう書き方してるとお仕事来ると思うで。今回見いひんけど、
小太郎がもう一個送られてきてんねんけど、こっちの方が点数は低いのよ。だからみんなのやっぱりイメージしてる全ゼロって、色合いとか含めてこんな感じやから。だからペルソナとかね、あのあたりとかのイメージとかの方が強いから、こんな感じで書く人ってのは別にいるから、ブートフィルでイラコンとかも取ってるんやから、こっちの作家性を強くしていった方が、多分小太郎的にはいいんじゃないかなって思う。次。こなっちゃん。これから投稿しますね。これは顔アップの構図として、いいね。だけどここで、これだったら顔アップにしただけなのよな。この表情が何の表情なのっていうのを分からせなきゃいけないわけだ。例えばだけど、ここに、こんな真面目な顔してるのに、瞳の奥じゃ魔導書が映ってるとかね。フリーレン様が珍しく真面目な顔してらっしゃるみたいなタイトルにしといたら、そうかもう、ミミックとかでもいいわけよな、こうやっても。宝箱とかでもいいねんけど、そういう風にしておくとかだったり、理由が欲しいのよ、みんなには。今、じーっとして見つめてるようなこの顔の先には一体何があるんだろうっていう、創造性を出せるものが書けてたらいいよねっていう。あ、めっちゃ簡単な思いついた。天才かもしらん。こういうことよ。こなっちゃんさ、これで投稿してみてくれへんか？多分いけると思うぞ。ちょっとやってみてくれへんかな、俺を信じて。ちゃんとペルンのあれだって分かるぐらいには書いてな。今黒のシルエットで書いてるけど。多分いけるんじゃないか。そういうことです。次。背骨くん。ちょっと何でもかんでもこれ書きすぎだな。これだったらもう全部波いってんのかっていうわけじゃない。だから、情緒がいるのよ、情緒が。波っちゅうのは、波打ち際が、ブワーってなってるわけやからね。やかましすぎるのよ。全部泡立ってんのかなみたいになっちゃうから。せっかく夕日で、こう、ピカーって光ったところも分かりづらくなっちゃうじゃん。ここからの光で来てるんだって。あと、今こうやって、せっかく砂浜があって、裸足で歩いてるって言うんだったら、こういうところにもドラマ性を出すために、足跡とかで、あっちから来たんかなみたいなのができるじゃん、こうやって。ちっちゃい足跡とでっかい足跡があったりすると、並んで歩いてきちゃったのかなっていう雰囲気とかもできるじゃない。こういうところも使いましょう。で、次これ。冷たくて気持ちいいですってのが顔に出てねえのよ。だから、マリーとかやったら普段ずーっと清楚にしてあんまり表とかに表情は出せないと思うけど、でもなんかこういったちょっと好きの時に、もうなんか先生に全部預けちゃってますよ、みたいな感じの顔をしてたりすると、どうよ。この表情が説得力増すでしょうか。背骨君に足りないのは変態的イメージだ。もっとキャラのことを考えな。全然足りんよ。足りん。で、これも悪い癖なところがあるな。ここはまあいいんだけど、一番強いハイライトになるところっていうのは、輪郭が硬いねん。なんか硬い印象ないみんな。周りのもんを見てさ。一番光ってる部分っていうのは、なんか、そこだけピンポイントでペンっていうかのように光ってるやろ。でも、これをよく見ると、せっかく光ってんのにさ、輪郭がボケてんのよな。この輪郭がボケてると印象が弱くなってしまう。光ってんねやったら、こう、輪郭をぼかさず、一点で光ってるように見せる。こうやって。これもちょっとガラッと変わるから見といてみ。あれ、こんな輝いてたっけっていう感じに見えると思う。多分。まあ、よう見といてな。わかるかな？こんな感じ。なんか硬さが生まれたよ。これだけやねんけどな。たった。みんなにはこの良さがわからんか。ここで、例えば、新品とかだったりすると、さらに光らしたりだとか、このハイライトの形とかをちょっとまばらにしたり、ハイライトのあたりとかに、こう、傷をね、入れるよみたいな感じにしていったりすると、古さとかも感じるようになるわけだ。こう削れるってことは、角が出てくるわけやから、なんか違う変な形のハイライトとかもちょっと入ったりするわけだ。じゃあ傷っぽく見えてくる。だから光沢がないっていうのは、ある意味、古いとか、ちょっとあまりにも古くなりすぎてるとかやったら光沢がないんやけど、新しいとかやったら光沢をきれいにしてる。鎧とかを描く場合やったら、このハイライトの入れ方で、手入れの度合いとかを作ることができる。
だから今この状態やったら、すごいなんか新品な状態に見えるけど、これをなくすと、ちょっともう古いのかなっていう状態になるよね。純粋な綺麗な光沢がついてるってことは、この子はまだまだ貴族の息子かなんかなのかなみたいなとこも表せれるようになるわけ。光沢の違いだけで。勇者はキラキラなやつは着てるけど、傭兵みたいなやつはこういうのじゃなくて、ガタガタってこうしてるみたいなところにこう、ついてたりだとかね。角がガタガタしてて、歪なハイライトがついてるみたいな感じになってくると、おもろいんだけど、この人たちは戦ってきてる人たちなんだなっていうのが表現できるよね。切り抜いといて。これだけで全然違うよね。新兵やったけども、年数経ってきたらこうなるみたいなね。まだあの時は新しかったのに、それは色果て、私は戦いに戦場へ出たってなってくるとこうなってくるわけだ。こうやって物語が傷で作れるようになるよ。だからめちゃくちゃ楽しい、やっぱり。はい。じゃあ次この機械的なやつね。よいしょ。機械のやつってのはな、くっそめんどくさいねんけど、機械的な光り方ってのはね、これだけじゃダメだね。機械はね、研磨されてんのよ、基本的に。今この状態やったりすると、こう、カクカクカクってなってるやんか。これダメなのよ。なんたって、機械とか金属っていうのは、バリついてると、怪我するのよ、ここで。で、何をしてるかっていうと、実はここにさらにこう削ってるんだわ。どの機械も実はバリ取りっていうのがされて、さらにこう削られてるんだわ。なんかアズールレーンでこういうの見てない？今これ全部角つけたじゃん。この角つけたやつ全部に、もう一体こうやってせんな感じ。ちょっと明るいやつを取ってきて、やんねん。延々とバリ取りの作業。でもこれをやればやるほど、機械的な要素が増えてゆく。めっちゃよく見えてくる。で、さっきも言ったけども、このバリ取りしたところの角っちょは光る。ほら、ここだけ妙にクオリティアップしてる。ほら見ろ。目に焼き付けろ。この角っちょのところはやけに光る。もう機械はね、こういうのこだわればこだわるほど答えてくれる。萌えかけ描いてる人たちはもう、ここが好きでやってんじゃないかな。ここだけ圧倒的にクオリティ違うよ。この手と比べてみーよ。どうなってんねんってぐらいのかっこよさになるやん、ここ。これが機械よ。これ全部やった時のかっこよさは全然違うよ。この一部分だけを、ほら、明確に違うやん。この、離れててもさ、明らかなクオリティアップしてるやろ、これ。その一部どうしたって。親指これしただけやのにさ、もうこれ全部やってみーや、もう。その分超時間かかるけどな。でもこれは超楽しいところやから。次。はい。で、次これ。もう、これもほら、ピンポイントやけど、広がりすぎてるやん。もう言われた通りなことやってやる。やっちゃダメなことばっかりやってるやん。これ、もうピンポイントで、こう、やるだけで、さらに金属っぽく見えんのよ、もう。これなかったとしても、機械とかっていうのはもうとにかく、金属っていうのは基本的にはピンポイントでつけんねんな。なんか今、ブワーって明るくしてるけど、こんなんなしに、ここで、ちょっとピンポイントでつけていくだけで、機械になる。そんな広げんでもいいぐらいやね、正直。これもバリ取りとかと変わらへんね。もうなったやろ、これで。これ超楽しいぞ、できたら。金属とか、特に機械とかこういうものってのはピンポイントで光ってんのよ、ほとんど。みんなこういうピンポイントで光ってるとこだけを、本来は見てるはずやねんけど、余計なことばっかすんだよ。はい。これ元にゃんし。乗り換えたのかな？何だったのかなこれは。これも切り抜いとけ！切り抜いとけ！全然ちゃうやろ。これが金属よ。金属と、やっぱりこの、金だけじゃなくて、さっき言ったけど、プラスチックとか樹脂だったりもするわけよな。カーボンだったりもするわけよ。金属は金属と、鏡は鏡、ガラスはガラス、プラスチックはプラスチック、それぞれの光沢があるわけだ。それぞれの光沢とかを意識して、どういうとこに影継ぐかなとか、考えなきゃいけない。はい。じゃあ次。